はい、こんにちは。今日は私が何にも縛られずに自由に生きたいって考えている人間だからこその葛藤っていうのを抱えていて、それについて皆さんと共有していきたいと思います。で、これをね、見てくれている人はね、きっと私と同じような葛藤を抱えている人いると思うんですよ。そういう人は、私がどういうふうにこの問題を解決していっているのか、解決しようとしているのかっていうのを参考にしてもらえればいいし、あるいはね、こういう問題に直面することがないっていう人については、ぜひね、第三者の立場から、外側からだからこそ言える意見っていうのをお聞かせいただきたいなと思っています。で、この間のビデオで私、お金稼ぐことに決めたわって言ったじゃないですか。で、そこのところは変わってないんですよ。で、そのお金稼ぐっていうところね、そのお金を稼ぐっていうことに関して何を葛藤しているかっていうとね、まあ結論だけ言っちゃうと、自分が早く確実に結果を出せる方法っていうのを分かっている。今までの経験から。だからそれを選ぶか、あるいはどんな風に時間がかかるか、結果が出るのか出ないのかちょっと全くわからないっていう、自分がやってみたことのないやり方を試すかっていう、そのね、二つのどちらを取るべきかっていう葛藤なわけなんですよ。で、このね、前回のビデオでお話ししたお金稼ぐことにしたって決めたそのきっかけっていうのは、私がね、なんとなく自分の中には今までに持っていた、その考えはね。なんだけどそこでつくづく、あ、私は社会に貢献できる人間になりたい。人の人生にインパクトを与えられる人間になりたいってそう強く感じたからなんですね。で、私はね、やっぱりすごく大きい夢をね、そういうね、大きい夢を見ることもあるんですよ。なんだけど、何か、大きい夢、ビジョンっていうのを持ったときに、私が心がけるようにしていることっていうのは、いくつかあるけれども、一番大事なのはね、いかにその大きな夢、ビジョンを自分ごとにするかっていうことだって思っているんですよ。これね、どういうことかっていうと、例えばね、私、ずっと、ちょっと痩せた方がいいよなって思っていたわけですよね。思ってきてて、お医者さんにも、数ヶ月前かな、数ヶ月前に、ちょっと腰が痛いんですっていうところで、お医者さんに行った時に、体重ちょっと減らす方がいいよねって言われたのもあった。まあ、バッグが重いからそれを軽くしなさいとも言われたけど、まあ、バッグが軽くできないんだったら体重減らすしかないよね、みたいなね。で、あのまあ、もともとの体重からすると、まあ、10キロ、10キロ以上いってんのかな。まあね。まあまあ、結構増量してるわけなんですよ。で、健康のために痩せなくちゃいけないっていうのは分かってる。それはね、自分もずっと思ってる。だって、こう、年々1キロ、1キロちょっとずつ増えてるわけですよ。絶対なんか自分でも思うじゃないですか。だから分かってんだけど、でも、そのまま何年もこうね、体重が増え続けることを許してきてしまったってね。それと同じでね、それと同じというか、まあ、許してきてしまったと。でも、最近私ちょっと、体重を減らすことに本気になっていて、しかもね、なんなら結果が出始めていてね、そう。それはまたね、ニーズがあればお話しするんですけど、これどういうことかっていうとね、今までは私はお医者さんにも言われるし、自分でも頭で分かってるから、健康のために痩せなきゃねって思ってた。なんだけど私は今、すごい病気を持っていて、痩せなければ死んでしまうかとか、そういうところに来てるかっていうとそうではないから、なんかね、まあ自分のね、身近な欲に負けて、まあね、食べたいものを食べたいだけ食べたり、飲みたいものを飲みたいだけ飲んだりとかね、まあそんなようなことをしていたわけだ。なんだけど、なんか最近、どうしたんだろう。なんかちょっとね、言うのもね、嘘、本当なのって言われそうでね、ちょっとね、気が引けるところではあるんですけど、まあうちのね、
コンドミニアムの敷地内とか、あとモールとかでね、まあ、まあまあ素敵な部類だなっていう男性に、素敵だねって声が、なんか、素敵だね、綺麗だねとか声をかけられたりとか、ナンパされたりとかね、そういうことがあったわけ。そうするとね、え、私、もしかして頑張ればいけんじゃないって思ってで、そっからね、なんかね、その気になってきて、で、あ、私、もうちょっと痩せて素敵になったら、もっと素敵な人に振り向いてもらえるんじゃないとか、自分の、あの、市場価値が上がるんじゃないかみたいなことを思い出したわけですよ。で、私はね、旦那さんとの結婚も幸せだし、今の家庭が、今の家庭の中で妻として母としている自分が大好きだから、そこをどうかしようとしてるわけじゃなくって、要は素敵な人に素敵だなって思ってもらいたいっていうね、それだけなんだけど、あと自分の着たい服もね、すごく大好きな服も着れなくなって、また痩せた時に着ようと思って取っといてるのがいくつもあるから、それもまた着たいわけですよ。で、その素敵な人にモテたいとか、自分が好きな服をもう一度着たい、自分のイメージする通りに服を着こなしたいっていう欲をね、ちゃんとね、自分のものに、自分のものとして認識、するようになってから、突然、今までとすごい大きくやってることを変えたわけじゃないのに、体重がね、ちょっとずつ減ってってるわけです。でね、こっからね、私がね、何を言いたいかっていうと、大きな夢、大きなビジョンっていうのを持っても、やっぱりそれをいかに自分の我とか欲とかに近づけることで叶いやすくなるかってことなんですよね。絶対何かやろうとしてると失敗することもある。で、思い通りにならなければ気持ちがくじけることって絶対あり得る。でね、これを自分の純粋な欲だとか我に近づけられれば、このね、ちょっとした失敗、じゃあね、諦めないようになるんですよね、人って。この、いかに、要は、そのビジョン、夢っていうのを自分ごとにして、それに執着して、粘り強く挑戦し続けられるかって、そこなんですよね。でね、私はね、お金を稼ぎたいっていうのは、やっぱり、外向きすぎる、この夢としてね。だから私もね、これをね、自分の夢にすべく考えたわけです。で、私が考えたのは、自分の稼いだお金で家族を旅行に連れて行ってあげたいっていうこと。前ね、私が仕事していた時には、自分の家族と、あと一緒に、まあ、両親とかもね、連れて旅行、温泉とかのね、旅行を連れてってあげたりしたんですけれども、今、私は、仕事をするのをちょっとの間やめていたから、そうするとね、今は、その旦那さんの稼ぎのやりくりをすることで旅行に行っているんですよね。で、そのやりくりをしてるのは私かもしれないけど、でも私が自分でお金を稼いで、それで家族を連れて行ってあげたっていうのとはやっぱりちょっと感覚が違う。うん。旦那さんはね、ありがとうねとか言ってくれるけど、そのありがとうは嬉しいよ。でも、やっぱり違うんですよ。で、私は、この、この春にね、家族と5日間、タイにあるビーチリゾートに行った時に、とにかくみんな楽しくって、で、娘が本当に喜んでいて、あ、私、これをもう一度自分が家族に味合わせてあげたいって思ったんですよね。うん。で、それを、思ったら、やっぱりね、自分の大切な家族のことだし、すごい自分ごとになった。で、お金を稼ぐ計画を立て始めてたわけですよ。この前回のビデオを撮った後ね。で、どんな風にやってたかっていうと、家族みんなの、スケジュールね、カレンダーを見て、あ、ここのとこに何日か休み取れそうなところがあると。で、じゃあ、ここのところまでに
このぐらいのグレードのホテルに、連れて行ってあげられるように、お金を稼ごうと決めたんですよ、私ね。前回のビデオの後ね。で、それで、私が自分が動ける日っていうのを出し、1日にいくら稼げば、ここに到達するなっていうね、そのね、日割りのね、稼ぐ目標額とかまで出したりして、やってたんです。で、いざね、仕事を探し始めた時に、葛藤が生まれてしまって、どうしてかっていうとね、私は以前、翻訳とライターとしての仕事で稼いでいたんですよ。で、それと同じことをやろうとしたんですよね。で、それが早く確実に稼げるって分かってることだったから。なんだけど、それを探し始めて、あれなんか違うよなって思い出して、っていうのは、私は、その仕事の仕方をしてた時に、その仕事は好きだった。なんだけど、この翻訳とライターとしての仕事っていうのは、自分の時間の切り売りだなってちょっと思っちゃったんですよ。それはね、場所には縛られないから、自分の好きなところに行って仕事できる。それはいい。で、時間だって、自分が、思い立った時にパソコン開いて仕事するっていうので、時間にも縛られていないっていう言い方はできるかもしれない。でも、やっぱり翻訳をする、文章を書くっていうところで、ある意味、厳密に言えば、時間に縛られているっていうのが出来高っぽくなるわけじゃないですか。翻訳したり文章を書くっていうのね。で、私はここから出たいなって思ったのがその仕事を辞めたきっかけだったから、その辞めたっていうか、まあちょっとお休みするね。で、あれ、私、文章、まあ本読みたいっていうのともそうだけど、文章を書きたいって今年の初めに決めたから、まあ、翻訳は横に置いといて、ライターとしての仕事を探そうとするっていうのは間違ってないよな。私がやろうって決めたことに合ってる。でも、私が理想とするライフスタイル、その働き方とはちょっと違うんじゃないか。どうなんだろう。いや、違くはないけれど、みたいな感じでね、迷い出したわけですよ。この葛藤ね。で、その葛藤が何かっていうと、自分が早く確実に稼ぐことができる、自分でそうしてきた経験がある方を選ぶのか、それか、まだやってみたことのないやり方を試すのかっていうところなんですけど、やっぱりね、このチャンネルを見てくれてる人が、ちょっとでも私のビデオを見ることで、何かを得てくれるように、ちょっとでも、やっぱり人生いつからでも自分のやりたいように生き直せるんじゃないかって、同じように期待感を持って生きてくれるような、勇気づけられるようなビデオになる、まあビデオっていうか、まあ勇気づけられるようなね、立場になりたいって私が思うんだったら、これは前者じゃなくて後者、自分がやったことのないやり方をやるしかないなって思ったんですよね。もちろんね、何かこう、何かの巡り合わせで、あ、この文章を私が書きたいって思うものに巡り合ったら、私はその仕事を取ると思う、ライターとしてのね。なんだけど、今までと同じこと、同じやり方を、なんだろうな、まあ、ある意味、今までの経験に基づいて、理にかなったやり方、一番らしいやり方を今までずっとしてきて、行き着いたのが、この44年後の、行き着いたのが今、ここだから、で、私は今、ここで
もっともっと人生を楽しみたいと思ってるんですよね。だから、やっぱり私は今までのやり方じゃないやり方でお金を稼げないか考えてみる。じゃないと、このビデオを見に来てくれてる人、それと一握りではあるけれども、この私のね、チャンネル登録してくれてる人たちに勇気与えられないでしょって思った。どんな形でも何歳からでも夢見直して、自分の思うように人生作り直してって、そういう説得力がないでしょって思って。でね、下手に他の人よりも得意だったりだとか、平均よりもできるっていうことがあると、そこがね、またちょっとしたこだわりになっちゃって、私の場合はその翻訳ができたり、ライター、バイリンガルのライターとしてね、仕事をしてたんですけど、私の強みってやっぱりそこだったんですよね。英語が日本語と同じように扱えたりだとか、海外と絡めたものを理解して、日本語と英語で文章を書けたりするということ。だから前回と同じようにね、翻訳だったりだとか、日本のね、インバウンド向けの文章を書いたりっていうのは、その仕事を探そうとすると理にかなった方、今までと全く同じことを繰り返すだけになっちゃうっていうこと。だからこのね、すごく得意なことがあるっていうのも強みだけど、変なこだわりを持たないで、やってみたことないけどやってみようって思える、そういう自分に何もないって思える自由さもワクワクするし大切だなってちょっと思った。ということでね、今日は自由に生きたいからこその葛藤について話してみました。私はお金を稼ぐっていう目標は変わらない。それは社会に人にインパクトを与えられるような人間になりたいから。でもそれを大きすぎる夢はやっぱり何か困難に直面したときに、自分にはこんな大きすぎる夢って叶えられないかもしれないって諦めちゃうかもしれないから、自分事として落とし込んだ。でそれは人が稼いだお金ではなくて、自分が稼いだお金で家族を旅行に連れて行ってあげたいっていうこと。私たちは旅行に行くのが好きなので、そこのところを叶える手段として、私は今までやってきたような理にかなっているやり方を選択しないでおこうと思います。それは私が理にかなってないよ。バカじゃないって思う人もいるかもしれないけど、私が挑戦することで勇気づけられる人もきっといるし、私が挑戦して成功したら、それはもっと勇気づけられるだけじゃなくて、自分もやってみようと思ってくれる人がきっといるから。はい、ということでした。やっぱりね、いろいろな葛藤を抱えることって人はあると思うんですよ。でも、そのね、葛藤の中で、やっぱり私は自分が今までやってきたやり方とは違うやり方をもっと試してみようと思う。で、この人生は満足してるし幸せなんですけど、もっともっと、もっといろんなことを経験したいし、もっとワクワクしたいんですよ。なので人生、折り返し地点まで来てるから、ね、この残された時間がどんどん減ってってるから。ね、だから、私はいろんなことに挑戦してもっとワクワクしたいし、やっぱり、これからの人生、自分がやりたいことをやりたい。嫌なことはやりたくない。今まで十分我慢してきたから、それはまたね、別の
ビデオに撮っとくとしてね、すごい嫌なこと我慢してきたから。それと、違和感を感じることはやらない。理にかなっていても、違和感感じることはやらない。はい。ということで、自由に生きたいからこその葛藤があった。けれども、まあまあ解決した。自分の中で落としどころが見つかった。それと、違和感感じることはやめておこうじゃないかというふうに、自分の中でね、もう一つ基準を作ったという話でした。今日のところはこれで。